こんにちは。武器屋の店主のフランです。この動画は字幕がありますので、各国の言語でお楽しみください。ガッス。私は勇者のゆうちゃんだよ。氷山空母？氷山空母は氷で作れるから環境にいいよね。これからの SDGs には必須の空母さ。氷山空母は、氷山に飛行甲板を取り付けた空母です。確かに地球に優しい素材で作られているわね。究極のエコだよ。キンキンに冷えてやがる。プロジェクト、ハバクックを完成させようではありませんか。でも SDGs は持続可能な開発目標という意味です。ハバクックは放置するだけで溶けてしまうので、とても持続可能には思えないわね。溶けないように、冷却装置がフル回転しているのよ。電気代もバカにならないわ。なんということだ。全然エコじゃない。さて、今日の動画のタイトルでお察しいただけたかもしれませんが、ボーゲーミング様から、引き続きプロモーションのご依頼をいただきました。ワールド・オブ・ウォーシップスのプロモーション動画になります。いつもの声が規約上使用できませんので、別の声にて進めていきます。ワールド・オブ・ウォーシップス、全世界の軍艦好きや海戦好きが集まるゲームだよ。19世紀から20世紀半ばまでの軍艦を操作して戦うゲームですね。有名なゲームなので、ご存知の方も多いでしょう。概要欄のダウンロードリンクからゲームを始めると、いいもんがもらえるぞ。未プレイの方は、この機会にデビューしてみてはいかがでしょうか。実は、ワールド・オブ・ウォーシップスのピア12氷山空母が実装されました。マジでか。というジョークが、ウォーゲーミング様の公式チャンネルからありました。2021年のエイプリルフールの話です。なんだ、ジョークだったのか。ワールド・オブ・ウォーシップスでは、ティア4までレベルアップさせると、空母の開発が可能となります。駆逐艦や戦艦に比べて、種類は多くありませんが、重要な艦です。話の流れからすると、今日の動画のテーマは空母ってことかな。そういうことね。空母の誕生と、進化について簡単にまとめました。空母はいつ頃登場したのかな？飛行機を乗せるわけだから、飛行機の実用化ができるようになってからか。そうなるわね。いわゆる航空母艦と呼ばれるような船が登場したのは、第一次大戦の頃からですね。第二次大戦以降、本格的に空母が運用されて、艦隊の主力になっていきました。第一次大戦の頃には、すでに空母が登場していたんだね。まずは空母の要となる、航空戦力の進化について解説しておきましょう。航空戦力の歴史を振り返ると、戦いで使用された最初の航空機は気球ですね。以前にも気球の解説動画を公開しましたが、1860年頃の南北戦争で使われたのが最初です。弾着観測で活躍したやつか。そうね。弾着観測と偵察で活躍しました。気球を運ぶための気球運搬船が、一応、最初の空母と言われています。飛行状態の気球を紐で繋いで曳航していました。船から飛び立って攻撃するというより、ただ単に目的地まで運ぶための船で、空母のイメージからは遠いですね。これはわざわざ船で引っ張らないとダメなのか？気球なんだから自分で飛んでいけよとか思ったりするけど。風で飛ばされたりするので、思うように飛べないという弱点があるのよ。なるほど、確かに。当時の気球に攻撃能力はありませんでした。上空から敵の情報を収集し、地上の味方と交信をして射撃の支援をしていたのです。第一次大戦の頃にも気球は使用され、飛行甲板から飛び立つような気球運搬船もありました。第一次大戦でも気球が使われていたのか。そうなのよ。世界の軍隊では、気球運用の経験から、航空兵器による偵察は有効であることは知っていました。しかし、20世紀初頭に登場したばかりの飛行機は、全く新しい技術で未知数の部分も多く、懐疑的な見方をする将校も多かったのです。まあ、確かにね。落ちたら死ぬし。気球も飛行機もない時代、どうやって偵察をしていたのか、わかる？そうだな。まあ、適当に石膏を送って地上から偵察するしかないよね。そうね。主に、足の速い騎兵が偵察に使われていました。しかし、重火器が大幅にアップデートされた20世紀初頭、騎兵の偵察では正確な情報を把握することができなかったのです。なるほど。何千メートル先まで届くようなライフルもあるし、マシンガンもあるしな。迂闊に近づけば即死だ。騎兵が持ってきた情報と、事実の食い違いがよく起こって、窮地に陥ることも多かったのです。しかし、徐々に航空機が実用化されてくると、情報収集に非常に有効であると分かってきました。
それで航空機を戦いで使おうとしたわけか。有名なライト兄弟が、1903年12月17日に、有人飛行を成功させ、そこから飛行機が実用化されていきます。1914年の第一次大戦時、すでに飛行機は実用化されていました。世界で初めて飛行機が飛んでから、10年後に実用化しているとは。最初に戦争で使用された飛行機は偵察用でした。爆撃機や雷撃機などは、偵察機よりも少し遅れて登場します。偵察機はカメラマンを乗せて写真を撮り、敵の陣地の地図を作るためのものでした。おお、そういうことか。気球と同じような感じで、攻撃用ではなかったんだね。そうです。第一次大戦は、何百キロも続く長い塹壕戦となりました。敵の塹壕がどう伸びているかを把握するために、飛行機を飛ばして地図を作ったのね。なるほどなるほど。カメラマンが写真を撮ってくれるのは、ありがたいね。飛行機を降りた後に写真を並べればいいんだ。しかし敵側の軍も、カメラで撮影されてしまうのを、黙って見ているわけにもいきません。どうやって敵の偵察機を落としてやろうかと考えますね。それが航空機同士の空中戦、ドッグファイトに発展していきます。敵の偵察機を落とすところから空中戦が始まったのか。そうよ。最初の偵察機は武器を積んでいません。敵の偵察機と交戦した場合、拳銃で撃ったり、グレネードを投げたり、工具を投げたりして戦いました。グレナイの豚でそんなシーンを見かけた気がするけど、本当にあったんだ。ところが1914年の10月、フランスの偵察機がマシンガンを積んで、ドイツの偵察機を落とすことに成功します。ここから航空機にマシンガンを積んで戦うようになったのです。なるほど、そういう流れだったのか。爆撃機も第一次大戦の初期から使われるようになります。このような感じで航空戦力は進化を遂げました。この運用は、そっくりそのまま海の戦いにも適用されていきます。偵察、爆撃、空中戦を海の上でもやるようになるんだね。それにプラスして、魚雷やロケット弾を装備した、雷撃機や攻撃機も登場します。最初の空母は水上規模艦というものです。これは水蒸気を搭載するための船ですね。水蒸気ってなんだ？水蒸気とは、水の上で離着陸できる飛行機のことです。こういうやつよ。こういうやつか。これはまさに紅の豚に出てくるやつじゃないですか。水上規模艦ってのは、水蒸気を積んだ空母ってことか。そうね。水蒸気は、1910年頃にフランスで発明、実用化され、これがきっかけで空母が誕生します。基本的に水上規模艦には飛行甲板がありません。クレーンで水蒸気を海に下ろし、水蒸気は海の上から離陸して飛んでいきます。そして水蒸気は帰ってくると海の上に着水し、クレーンで吊り上げて水上規模艦に搭載されました。最初の空母ってそういう感じだったの？海の上が飛行甲板ということか。そういうことね。ただ、飛行甲板のある水上規模艦もあり、発艦のみ飛行甲板から離陸するものもありました。しかし着艦は、基本的に水の上からクレーンで吊り上げます。なるほど。水上規模艦は第一次大戦の前には実用化され、フランス、イギリス、アメリカ、日本など、各国で建造されていました。世界で初めて艦載機による空襲を成功させたのは、日本の水上規模艦です。なんと、日本が世界初だったの？そうです。1914年の5月、若宮という水上規模艦が、青島の戦いで空襲を成功させました。若宮には4機の水蒸気が搭載されており、青島にあった陸上のドイツ基地への空襲を行ったのです。そうだったのか、さすが大日本帝国だな。特にイギリスと日本は日英同盟のため、お互いに協力して空母の開発に熱を入れていました。世界で初めてフラットな飛行甲板を搭載し、飛行甲板への離着陸に成功したのは、イギリスの空母ジューリアスです。これが1917年のことで、第一次大戦の末期のことね。ここでようやく飛行甲板を持った空母が登場するのか。そうね。イギリスと日本でお互いに空母の建造を始めます。イギリスでは初の空母ハーミーズが誕生し、日本では初の空母宝生が誕生します。ハーミーズと宝生は、初めから空母として設計された船です。ハーミーズの方が先に設計を始めましたが、宝生の方が先に完成して進水します。1922年、世界初の空母が日本で完成しました。もうクレーンで釣らなくてもよくなったんだな。あとは皆さんがよくご存知の通り、アメリカ、イギリス、日本はせっせと空母を建造していきます。
1930年代には、空中戦を担当する戦闘機、爆撃を担当する爆撃機、魚雷やロケット弾で攻撃する攻撃機。3種類の艦載機を搭載した、本格的な空母の戦闘運用が始まっていくのです。空母についての歴史はこんなところにして、早速ゲームを始めていきましょう。投稿主は案件をいただいたからウォーシップスをやっているわけではなく、その前からプレイヤーだったのです。しかし、空母を触ったことはあまりありませんでした。なぜだ？どうしてもヤマトと島風を使いたいと思って、空母をほぼノータッチで進めていたからです。空母を作るにもコストがかかるからな。このゲームは経験値やお金を貯めて、少しずつ開発をしていくわけなんですが、それを戦艦と駆逐艦に曲振りしていました。そういうことか。さて、今回はワールド・オブ・ウォーシップスの砲掌と加賀を使っていきます。この動画を作るにあたり、空母の操作の練習をしました。なかなか難しいものです。このアドミラル U に任せろ。U ちゃん号で鍛えた不屈の精神を見せてやるわい。空母の立ち回りは、敵に見つからないようにマップの端っこに対比して航空機を飛ばすのが仕事です。他の船に比べても、空母が沈むことは少ないかと思います。おお、これは楽しいぞ。海戦ゲーだけでなく、空戦ゲーもできるんだ。あとは魚雷なり爆撃なりで敵を攻撃します。航空機を操作するときも、駆逐艦や戦艦を操作するのと同じで、偏差射撃が必要です。敵の動きを予測して攻撃をするのよ。よーし、あそこにいる巡洋艦、君に決めた。魚雷の餌食になってもらおうか。発射。ダメだー。全然当たらないよ。間合いが遠いわ。ちゃんと動きを予測する必要があるのよ。私に任せるのよ。あの駆逐艦を狙いましょう。奴の足は速いぞ。そんな角度で大丈夫か？大丈夫だ、問題ない。発射。ダメだ、全然当たらないよ。私と一緒じゃないですか。これは練習が必要ね。にしても、砲掌の航空機は魚雷一発しか撃てんのか？あんだけ飛行機が編隊組んで飛んでるのに。他の飛行機は雷撃機を護衛するための戦闘機ではないかと思います。なるほど、空戦を担当する奴らってわけか。魚雷を当てるコツは駆逐艦と同じなんですが、船の側面を狙うのがセオリーです。ですので、航空機は敵艦の辺縁から突っ込みます。駆逐艦と同じ要領だな。あの戦艦に続けて攻撃を仕掛けます。ここよ。これはもしかしたらもしかするぞ。命中した。そして3923のダメージを与えた。どんなもんでい。まだ艦載機は生きているわ。こうして目標の上空を旋回して、連続攻撃を仕掛けていくのよ。今だ。これもいい角度で入ったっぽいぞ。命中した。そして5189のダメージを与えた。どんなもんでい。大日本帝国が誇る加賀を操作していきましょう。これが加賀。飛行甲板の特徴的な日の丸は、敵味方を識別するのに便利なのですが、同時に敵の標的にもなりやすいので、後から消されることになります。確かに。加賀は旧日本海軍の主力だった空母です。ワールド・オブ・ウォーシップスではティア8の空母になりますね。艦載機を多数搭載できる巨大空母です。今飛んでいるのは水星ってやつだね。水星は爆撃機です。今度は爆撃をやってみましょう。空母においては偵察も大事な仕事です。航空機を先行させて敵の位置を味方に知らせるのよ。敵陣に突っ込むのだ。さすがにティア8になると対空砲火がきついので、航空部隊が一瞬で吹き飛んでしまいます。特に、2つ3つの船から対空砲火を受けると、すぐに航空部隊が全滅します。ですので、なるべく敵に攻撃を受けないように立ち回って偵察すると良いでしょう。そういうことか。対空がきついので、単独で航行している艦を狙います。あの戦艦を爆撃していきましょう。急降下爆撃よ。これが急降下爆撃ってやつか。命中した。現代では使用されておりませんが、第二次大戦時には最もよく使用された攻撃方法です。
急降下爆撃は命中率の高い爆撃方法だったのです。しかし、垂直に近い角度で突っ込むため、パイロットの体にかなりの負担がかかります。また、目標に対して直線的な動きをするため、対空砲火に弱く、撃墜されやすい危険な攻撃でもありました。ゲームの中でもめっちゃ対空砲火で落とされてしまうんだが、確実に攻撃を当てられるように練習をするしかありませんね。少ないチャンスを確実にものにしていくのが空母の戦い方だな。にしても、なかなかいい角度で入れないよ。敵も動いているからね。でも、駆逐艦や巡洋艦と違って、航空機は動きが速いので攻撃を当てやすい気がしました。あとは、航空機はやられても何度か飛ばすことができるから、チャンスも多いね。やはり、敵艦に対して、入る角度と距離をよく見極めて撃つのが重要ですね。敵巡洋艦の撃沈を確認。おや、何かよくわからないが敵を撃沈している。多分、さっき撃った雷撃機の魚雷が命中したんだと思うわ。武器屋のお姉さん。というわけで、ワールド・オブ・ウォーシップスと空母の紹介でした。空母の操作は思った以上に面白かった。航空機は動きも速いので、素早く敵に接近できます。早く戦闘したいという方には、おすすめの艦種ですね。空母好きな方にもおすすめだ。この動画の概要欄にダウンロードリンクがあります。こちらからゲームをプレイしますと、ミカサなどの特別な艦がもらえます。まだ回線デビューしてない人は、この機会にデビューするといい。ご視聴、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。